皆さんこんにちは。あなたも行きたい沖縄。本日の行き先は伊江島グスク山に登りたいと思います。通称タッチュー。伊江島の場所はこちらになります。美ら海水族館からも見えます。この動画が面白いと思われた方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。改めましてあなたも行きたい沖縄伊江島編スタートです。この日最初にやってきたのは崎本部緑地公園にありますゴリラチョップという奇岩です。ゴリラが横向きで空手チョップをしているように見えることからゴリラチョップと呼ばれるようです。反対から見てみましょうか。スキューバダイビングとかシュノーケリングとかにえらい適している場所らしいですよ。逆から見てみますとなんだかよくわかりませんね。次は瀬底大橋を渡ってみます。瀬底大橋は全長762メートルの沖縄本島と瀬底島とを結ぶ橋です。瀬底島はこちらになります。瀬底大橋を渡ってすぐに左折します。道なりにずっと進んでいきますと綺麗な海が見えてきます。ここは瀬底大橋の下にありますアンチ浜という美しいビーチです。瀬底大橋の真下になります。サンゴのかけらが多く打ち寄せられています。海水の色がとても青いです。桟橋の先まで行ってみたいと思います。はい、桟橋の先端へやってきました。当然足元を見ます。青い。とても綺麗ですね。本部港のフェリーターミナルへやってきました。本部港発の往復料金は1390円です。ハイシーズンや島内でイベントが開催されるときは増便されますが、通常は1日4便運航されています。このグスクというフェリーに乗船します。本部港9時発の便に乗船しました。伊江島までの所要時間は約30分となっています。日帰りなので最終便の伊江港発16時の便で戻る予定です。伊江島での滞在時間は約6時間ほどになると思います。出港しました。見えている橋は先ほど行ってきた瀬底大橋になります。橋の下に見えているビーチがアンチ浜ですね。海が青いですね。瀬底大橋がどんどんと小さくなっていきます。伊江島のグスク山が見えます。少しずつ伊江島に近づいていきます。伊江港に入りました。ついに伊江島に上陸です。グスク山を初めて見てからいつかは行ってみたいと思っていた夢が叶い少し興奮しています。レンタカーを借りに行きます。伊江港から5分ほど歩いてこちらの伊江島観光バスに到着しました。こちらでレンタカーを手配してもらいました。とりあえずレンタカー借りました。伊江島上陸できました。はい。おっとグスク山見えてますね。タッチュー。伊江島で最初に訪ねた場所はこちらの交易質屋跡です。建物の壁にいくつかの大きな穴が開いています。これは沖縄戦で伊江島の建物が焼き払われた中かろうじて原形をとどめていた建物になります。
地上戦の跡も生々しく、砲弾などの跡が残っており、戦争の恐ろしさを後世に伝える存在として村の史跡に指定されています。城山見えてます。伊江島は周囲が 22km と非常に小さな島です。先ほど行ってきた交易質屋跡はこちらになります。今から目指すグスク山はこちらになります。はい、グスク山に到着しました。グスク山は伊江島の中央にそびえる海抜172メートルの山で、伊江島タッチューの名で親しまれています。これは伊江島のイメージキャラクターのタッチュンです。ピーナッツのパンツを履いています。さあ行ってみましょう。山頂までは291段の階段があり、約20分かかるそうです。急勾配の上りで少ししんどいところもあります。ようやく山頂へ到着することができました。素晴らしい景色が目に飛び込んできました。向こうに見える陸地は沖縄本島の本部町です。美ら海水族館やビセの福木並木などが有名です。その福木並木から数年前に撮ったグスク山の写真がこちらになります。美ら海水族館からも特徴的なこのグスク山が見えますので、見覚えのある方も多いのではないでしょうか。グスク山の頂上からの絶景をお楽しみください。赤い矢印の指し示す建物が一周回ってきます。改めてとても素敵な景色です。この絶景を皆さんにもぜひご覧いただきたいです。ちなみに伊江島タッチューのタッチューとは沖縄の方言で先端が尖っているものという意味だそうです。はい、そろそろ矢印が一周してきます。山頂まで登ってきた階段を上から見下ろすと、なかなかの急勾配であることがわかります。それでは下山したいと思います。グスク山を下山しまして、登山口にありますグスク山売店さんにお土産を買いに来ました。伊江島の特産品を試食させていただきました。伊江島のお土産の定番イエソーダ、もちろん買いました。はい、今ねちょうどタッチュグスク山登ってこのお土産屋さんでね、ちょっとこれ伊江島の山城製菓さんの黒糖と、ほんでパイン糖っていうのも珍しいな思って買ったんですよ。これしたらねびっくりするぐらいおまけなんかこれあったよ。なんかもうチェーンスコートおかしな、こんな商売倍合わんのちゃうかな思って、こうでこれだけ配ってたら、いやこれもこれそのキッカットのやつもこれもね、これ早く食べなさいよ言うて、めちゃくちゃ優しい。ほんまありがとうおばちゃん、ほんまグスク山売店さんありがとうございました。毎年4月下旬から5月上旬にかけて伊江島ゆり祭りが開催されます。そのゆり祭りの舞台になる伊江村リリーフィールド公園にやってきました。リリーフィールド公園はこちらになります。ゆり祭りの開催時には約100万輪の鉄砲ユリが咲き誇るそうです。ゆり祭り開催中に一度訪れてみたいですね。続いて和地展望台に来ました。和地展望台はこちらになります。うわーすごい、これはすごい。60メートルを超える断崖絶壁が連なります。この断崖絶壁の下の波打ち際から
真水が湧き出しているそうです。なので湧き出すと書いて湧じと呼ぶそうです。この日は風が強く荒々しく見える景色はとても迫力がありました。ここで休憩を兼ねてイエソーダを飲んでみたいと思います。これは伊江島の黒糖で作ったブラックコーラになります。これでごめん言えそうだありがとうって言えそうだ。告白飲料だそうですよ。美味しかった。次に訪れたのは伊江島空港です。伊江島空港は1975年の沖縄国際海洋博覧会に合わせ建設された空港です。ただし後に廃線となり、現在は緊急搬送用として活用されています。遠くに城山が見えます。GI ビーチに来てみました。見てください、この青と白。天気もいいのでとても気持ちいいです。伊江島はグスク山の他にこのようにとても美しい海があります。改めて来てよかったと実感できました。 GI ビーチを後にします。次はニャティア釜にやってきました。先ほどの GI ビーチからわずかな距離のところにあります。先ほど行きました GI ビーチはこちらです。そこから少し離れた場所にニャティア釜があります。ここから見える海もとても美しいです。戦時中には防空壕として利用されたそうです。ニャティア釜には美印石というものがあります。その美印石を持ち上げると子宝に恵まれるという言い伝えがあります。この石を持って妊婦さんが重く感じたら男の子、軽く感じたら女の子を授かるということです。子宝を授かるパワースポットだそうです。ニャティア釜の中にあるこの穴から海へ出ることができます。ニャティア釜を後にします。続いて伊江港展望台へ行ってみました。亀の形した展望台。場所は伊江港の近くにありますよ。屋根がウミガメの形をしていてとても珍しいので、こちらにもぜひ足を運んでみてください。最高。伊江港展望台を後にします。続いて伊江ビーチへやってきました。グスク山にもいましたタッチュン。ピーナッツのパンツを履いています。ウェルカムの文字がお出迎えしてくれます。映える風景ですよね。このブランコもいい感じですね。私は乗ってません。お腹が空いたので何か食べましょう。心ビーチハウスさんに入ってみます。さあ何を注文しましょうか。はい、来ましたよ。美味しそうなタコライスです。いただきます。旅行に来たら体重のことはあまり考えないようにしています。タコライス美味しいですね。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。伊江ビーチを後にします。滞在時間も残すところ約2時間ほどになりました。
続きまして伊江島ハイビスカス園へやってきました。ここにもタッチュンがいました。場所はここになります。建物に入ってすぐにこのプールがあります。水流があって全体がゆっくりと回っています。とても綺麗なのでついつい見入ってしまいます。ここでは1000種以上のハイビスカスを栽培し、常時約600種類のハイビスカスを展示しているそうです。種類が豊富なので見応えがありますよ。伊江島マタンメンショイ。またお会いしましょうか。ありがとうございましたか。どっちかやな。どっちかしかない。多分。伊江港のフェリーターミナルへ戻ってきました。6時間ほどの滞在時間でしたが、いろんなところを観光できました。そろそろ出港の時間です。伊江島がだんだんと小さくなっていきます。ありがとう伊江島。本部港へ戻ってきましたよ。お土産を買うのに道の駅巨大へやってきました。ビッグボスは健在ですね。お土産も肝心なのですが、夕日がいい感じなのでちょっと見に来てみました。なんと虹が出ていました。ラッキーでしたね。紅芋タルトは多くの方が喜んでくれます。沖縄のお土産はほとんどここで揃うと思います。晩ご飯を食べに来ました。前日と同じく名護市営市場の桜食堂さんへやってきました。料理が来ました。風チャンプルー定食を注文しましたよ。とても美味しそうです。いただきます。うまいですね。ご飯の進む味付けになっていてとても美味しいです。ミニの沖縄そばがついていてちょうどいい感じですね。デザートに沖縄のぜんざいもついていました。ごちそうさまでした。食後の散歩に来てみましたよ。ホテルからすぐのところに A&W 名護店があります。旅行に来たら体重のことはあまり考えないようにしています。モッツァバーガーを注文しました。美味しそうです。いただきます。美味しいです。ごちそうさまでした。皆様の旅のご参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。